こんにちは、トバログです。今回の動画なんですけど、今回はね、このデスク周りの話ですね。このデスク自体にキャスター、コロコロをつけるとめちゃくちゃ快適になりますっていう話をしていきたいと思います。結構ね、トバログ割とデスク周りをきれいにするというか、作業環境を整えるのがめちゃくちゃ好きで、いろいろね、このデスクもスタンディング化したりとか、あとはね、この自作 PC、これ20キロとか30キロぐらいあるんですけど、これをね、天板の裏にね固定をするっていうのをこれまで紹介してきました。今回の動画はこのねフレキシスポットの足にキャスターをつけるとねすごいコロコロ転がせるようになって、これが本当にね結構メリットがすごい多かったので、単体の動画として紹介していこうと思います。すでにねスタンディングデスクを使っている人とか、あとこれからねデスクを検討しようとしている人、本当にねキャスターをつけるだけでめちゃ快適になるので、ぜひ参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。はい、というわけで改めてね、こちら僕が使っているのがフレキシスポットの E7 っていうプレダクツのデスクと一緒に購入できるタイプの、スタンディングデスクですね。これ単体でもねこの足は売ってるんですけど、僕はこのプレダクツのデスクと組み合わせて使っています。でその下にこのねフレキシスポットの純正の、真っ白じゃないんですけどキャスターをつけて使っています。でフレキシスポットね普通に購入すると、こういうタイプのね部品が付属してきています。でこれあんまり良くなくて、ここね緩衝材とかゴム足とか何にもないプラスチックのね硬い足なので、結構フローリングとかに直置きすると傷がつきやすいんですよね。なので僕の場合 IKEA とかで購入したクッション材みたいなのをここにね敷いて使っていたんですけども、でこの部品でもね悪くはないんですけど、結構ねフレキシスポットというかスタンディングデスクを装着するとデスク自体めちゃくちゃ重たくなっちゃうので、ちょっとね移動させたいとか掃除の時とか割とね困ってたんですよね。引きずりながら動かすとめちゃくちゃこの重みを感じて結構きしむ感じがあったので、今回はねこの純正のウィールをつけてみたという感じです。でこのねウィール自体使い始めて3ヶ月ぐらいなんですけど、実はね結構昔にこのねウィールみたいなの挑戦したことがあって、結構ね作業台とかだと最初からこういうタイヤとかついてるじゃないですか。それをそこから着想を得てウィールをねつけようとしたら、購入した足がローラーブレードのタイヤみたいな感じで結構鋭利だったので、こうやって動かした時にフローリングめちゃくちゃへこんじゃったんですよね。でそれ以来ちょっとね恐怖心があって使ってなかったんですけど、プレダクツの郷安藤さんとか結構ねプレダクツユーザーがどんどんフレキシスポットの足を使ってキャスター化しているのを見て、この純正のならいけるんじゃないかっていうところで、結構ね重みがあるデスクなんですけど挑戦してみたところかなり良かったっていう感じです。でこのね純正のウィール見た感じ結構華奢で、このねプラスチック素材だけで本当に耐えられるのかっていう心配はあったんですけど、実際ね耐荷重としては1個あたり70キロぐらいあって、それを4つつけているので240キロぐらいまで一応耐えられるっていう設計になってるみたいなんですね。で実際に3ヶ月間この重たいね自作 PC とかを載せた状態で使ってるんですけど、全然ね何の問題もなくこうやって転がしながら普段通り使えてる感じです。ウィール自体はぶっちゃけどんなものでもよくて、ホームセンターに売ってるねゴム足のでかいやつとかでもいいと思うんですけど、このね、フレキシスポットに対応する、タイヤ自体のネジ穴が M8 っていう、結構ね細めの規格なんですよね。なのでそれに合う、ウィールって意外と探してみたところなかなかなくて、結局ね純正品を購入しています。逆に言うとその M8 っていうネジ穴に合うものであればどんなものでも良いのかなとは思います。僕の場合はスタンディングデスクを使ってるんで純正のねキャスターを使っているんですけど、そもそもね、スタンディングデスク使ってないっていう人とかだったら、天板を自由に購入して IKEA とかでね車輪付きの足が売ってたりするんですよ。僕前のデスクとかはそれを使ってたんですけど、そういうのをね活用してみても良いかもしれません。こんな感じで3ヶ月ぐらいねこのキャスターを装着しながらデスク使ってるんですけど、快適ですね。何がねそんなにデスクにキャスターつけただけなのにいいのっていうところで言うと、まず1つ目としてはやっぱりねデスクの配置が自由になるっていうところが想像以上にメリットを感じています。例えば今までだったらね普段こうやって向こう側を向きながらね作業をしていたんですけども、結構ね真夏になるとこの部屋直射日光がバンってこんな感じで入ってくるんですよね。
今この辺白飛びしてると思うんですけど、ここがね眩しすぎて結構このディスプレイが見づらいっていう問題があるんですよ。で今までだったらこのねデスクの総重量が100キロぐらいあるので、引きずりながらねこうやって動かすって本当に大変だったんですけど、今だったらウィールをつけているので、こんな感じでゆるゆるっとこうねグニッとして、こんな感じでこの直射日光からね直接避けるようにこんな感じでデスクのね配置が変えられるっていうのが結構最高です。で僕の場合今ね撮影機材がこのね画面の外にあって、結構ね決まった位置で撮影してる感じなんですけど、その場合はまたね撮影する時はこうやってグイグイグイと戻して、今度はもうちょっとこっち側寄りにねデスクをこう配置することでいつものね画角で動画が撮れるようになるんですね。撮影機材とか画角って結構ね動かすといろいろね変わっちゃうので、できるだけこのデスクだけをね移動するようにすると本当に快適に作業というか、撮影ができるようになりました。これがねめちゃくちゃいいです。で僕の場合は電源が必要なので、こういうね電源ケーブルとか、あとイーサネットのね有線のケーブルが必要なので、こんな感じでひとまとめにね、してはいるんで、ここがね、外れないように注意する必要はあるんですけど、それでもこんな感じで自由にねこう部屋の中をこうやって移動ができるっていうのはかなりねいいポイントかなと思います。これが最高で、メリット2つ目としてはやっぱりね、動かせることによって掃除が本当にしやすいですね。結構デスク周りとか特にね PC とかが置いてあると本当に地面とかケーブルの後ろとかにねホコリが溜まりやすくて、その辺こう掃除機かけるのいちいち大変だと思うんですけど、こんな風に動かせるようにしておくことで、こうやってね、机の下とかキャスターの下とかをきれいにね掃除機で掃除することができるんですよ。なのでこのねデスク周りとかデスクの下に置いてある部分とかもかなりね綺麗に保つことができるので、その点に関しては本当にね使いやすさというか、これめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。ここはね本当に多分綺麗に保ちたい、デスク周りを綺麗にしておきたいっていう人からするとかなりメリットなのかなと思います。前にもこのモニターアームを導入する理由が掃除しやすいからっていうのは紹介したと思うんですけど、それにね近いようなメリットを感じますね。であとはこれ普通にねスタンディングデスクとしてこうやって使えるので当たり前なんですけど、縦のね Z 軸方向と XY 軸方向に自由にこう動かせるから、このデスクの下のケーブル配線のね整理とかめちゃくちゃしやすいんですよね。この後ろとかって結構僕の場合ガジェットをたくさん買い替えるので、毎回こう配線の位置とかそういうね接続する場所とか変えてるんですけど、それでもこういう風にこう逆にね机の後ろ側をこっちに持ってくることで、僕自身がねこうやってデスクの裏に入り込んで、機材をね調節することができるので、その点に関してもやっぱりスペースの確保しやすいのかなと思います。であと3つ目としては、狭い部屋でも大きなデスクを置きつつスペースの活用がしやすいっていうところですね。普段ねデスクをこういう風に部屋の中に背面を見せるっていうスタイルもかなりかっこいいかなと思うんですけど、これをねやってしまうと、例えば VR 機材とかでこう VR で縦横無尽に動きながらゲームやりたい時とか、ちょっとスペースを確保して大きいねガジェットを紹介する動画を撮りたいとか、あとは皆さん作業の合間にこういうね倒立バーとかを使って、こんな感じでね皆さん倒立をしながら作業したりリラックスしたりすると思うんですけど、やっぱりねこうやって部屋を自由に使えるのがいいところですね。こういう風にね広く使えるので、例えばね友達が来た時にこの画面でねスマブラを楽しむとか、あとこの画面自体は前にも紹介したスマートモニターっていうやつなので、このままねこれで Netflix とか Hulu とかそういうのが楽しめるんですね。ベッドとかリビング側にこうやってねモニターを配置して、ここで映像コンテンツを楽しむっていうのも結構おつな使い方かなと思います。はい、こんな感じでデスクにキャスターがついているメリットを紹介したんですけど、もちろんね注意点もあります。まず1つ目としては、フローリングがへこんだり傷ついたりする可能性が少なからずあるっていうところですね。僕の場合はね前にも動画にした通り、このねフローリングじゃなくて上からねちょっとビニールシートというかフロアマットみたいなのを敷いてるんですね。なのでこういうキャスターを装着していても全然ね傷とかそういうへこみとか気にならないんですけど、もしかしたら結構この場合デスクトップ
置いてるし、モニターも大きいの置いてるしとかで重量があるので、もしかしたらフローリングのねものによってはずっと置きっぱなしにしておくとへこんじゃったりとか、そういうのがねあるかもしれません。基本的にはフロアマットを敷いたりとか、あとデスクの周りだけねこういうカーペット的なのを敷いて使うのが良いかもしれません。動かした先とかでね洗濯機とか冷蔵庫を置いておくような固定するね、なんか富士山みたいな形がしたちゃんと置き場所があるんですけど、そういうのを導入するとか、そういうのね検討してみるのが良さそうかなと思います。で注意点2つ目として、やっぱりねこのケーブル周りですね、結構ね縦横無尽に動かせるのは便利なんですけど、ケーブルの制限とか、有線 LAN 使いたいとかそういうのがあった場合だと、可動域がね結構狭まったりするので、できるだけこうやって1本で長めのケーブルがあると便利かなと思います。ちなみにこのキャスター付きデスクをめちゃくちゃ推してるプレダクツデスクのねゴー安藤さんっていう人は、この下にもう直接モバイルバッテリー、こういうタイプのモバイルバッテリーを直接この下に設置して、そこからね Mac とか、このスタンディングの電動のね給電とかを行っていて、そこまですればね縦横無尽どこにでも置けるんですけど、そういうのもねぜひチェックしてみてください。そんなところですかね。本当はね Vlog とかちょっとしたデスクツアーで簡単に紹介しようかなと思ってたんですけど、割とメリットが大きくて、結構毎日ね動かして使ってるところがあって、もう戻れないなっていう感覚があるので、今回はね動画にしてみました。この動画の他にもねトバログではこのスタンディングデスクの話とか、あとデスク周りのねなんかこう機材を整える動画とかたくさん撮っているので、ぜひね過去動画もチェックしてみてください。それで気に入っていただけたらいいねボタン、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。ズズズズズズ。